はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JHC 主義を兼ねまして北海道旭川市からマレーシアの首都クアラルンプールに旅行に行った動画のパート3です。皆さん、クアラルンプールの観光地知っておりますか？私は行ったことがなかったので全く知りませんでした。パート3の動画ではオプショナルツアー専門サイトベルトラのツアーを利用してクアラルンプール市内観光をしてまいりました。ツアーに参加した後、ペトロナスツインタワーを見に行った模様を紹介した動画になります。 4K 映像かつ二重言語の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。すでにご覧いただいている方もいらっしゃるかと思いますが、クアラルンプール旅行パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から羽田空港まで日本航空 JAL558 便に乗りました。パート2の動画では成田空港からマレーシアの首都クアラルンプール空港まで JAL のコードシェア便に乗っております。成田空港の JAL ラウンジの様子やクアラルンプールの飲み屋街、チャンカット、屋台街、アロー通りなどの模様を紹介させていただきました。こちらの動画をもしご覧になってない方はぜひご覧いただければと思います。今回宿泊しておりましたガーダントヒルホテルの朝食の模様から動画をスタートしたいと思います。このホテルの朝食はバイキングでしたが、洋食に加えマレー料理などさまざまな料理を食べることができました。今回私が食べた料理は左手前に見えますマレーシアの国民食のナシレマです。ココナッツミルクで炊かれたライスにサルマルソースという辛いソースを混ぜて食べました。なかなか癖になる味でしたね。右手前の料理はラクサです。この料理もマレーシアやシンガポールの人気料理です。ココナッツミルクの甘さと後から来る辛さが美味しかったですね。この日はオプショナルツアー専門サイトベルトラのツアーに参加しました。私が参加したツアーはクアラルンプール市内の観光スポットでありますバトゥー洞窟や国立モスクなどを回るツアーでした。参加料金は1名あたり400リンギット、日本円で約12,800円。ただ1名参加の場合は2名分の料理がかかる場合があります。ツアー時間は7時間から8時間ぐらいです。このオプショナルツアーはクアラルンプール市内の観光スポットを効率よく行くことができますので、私のようなクアラルンプールに初めて旅行した方などにはおすすめのツアーなんじゃないかなと思いました。このツアーでは私の宿泊先まで迎えに来てくれました。最初に行った場所は高さ 451.9 メートルのペトロナスツインタワーがよく見える写真がバッチリ撮れるスポットに行きました。場所はお示ししております地図の KLCC 公園の近くの道路でした。はい、それではベルトラオプショナルツアー出発します。このツアーに参加した日は2022年12月29日でしたが、参加者は私1人でした。ですので参加料金は2名分支払いました。運転手さんと日本語ガイドさんをおじさん貸し切りで行くことができました。朝8時半ぐらいでしたが通勤時間帯だったみたいで結構混んでいましたね。クアラルンプールの象徴する高層ビルでありますペトロナスツインタワーは高さ 451.9 メートルです。私はここで周りの高層ビルと一緒にバッチリ記念写真を撮ることができました。次に行った場所はマレーシア国内で最も有名なインド・ヒンドゥー教の聖地バトゥー洞窟です。こちらは19世紀後半にヒンドゥー教寺院として開いたのが始まりだそうです。こちらではインド風ミルクティーテタレを飲みました。バトゥー洞窟の場所ですがクアラルンプール市内から約 14km です。車で20分から30分ぐらいで行けたと思います。しばらく走行しますと料金所のような場所がありました。ここから多分高速道路だと思います。こちらの駐車場は有料のようです。こちらに到着したのが午前10時ぐらいでしたが、かなり駐車場が混んでおりました。私は駐車場からバトゥー洞窟の方に歩いて行きました。奥に見えます黄金の像は高さ43メートルのヒンドゥー教の神様ムルガだそうです。鳩がめちゃくちゃたくさんいましたね。
私はカラフルな階段を上がりました。階段の数が272段あるそうです。階段の途中ちょっと見えにくいんですが、野生の猿を見ることができました。かなり急な階段で疲れましたが、なんとか階段を上りきりました。階段を抜けると洞窟が見えました。お土産を売っているお店がありましたね。私は洞窟の中を歩いていきました。この寺院ではヒンドゥー教の信者が礼拝しておりました。牛乳を捨てる儀式とはどんな意味があるんでしょうかね。この階段を上がると寺院がありましたが、穴が開いておりまして、外から日差しが差し込んでいました。バトゥー洞窟の敷地にありますこちらのお店でインド風ミルクティーのテタレを飲みました。テタレのタレは引っ張るという意味で、2つのカップを引き伸ばすように作るのが特徴で、これをすることによって混ぜる温度調整、泡立てることができ美味しくなるそうです。最後に注いで出来上がりです。練乳が入っておりましたので、とても甘くて美味しかったです。次に行った場所はマレーシアの工芸品で有名なピュータ製品を製造している工場を見学しました。こちらの場所ですが、クアラルンプール市内の中心部ブキビンタンから約 9km の場所にあります。バトゥー洞窟から約 11km、 車で20分ぐらいで到着することができました。こちらの工場は無料で見学することができるんです。間違えておりましたらご指摘いただければと思いますが、ロイヤルセランゴールの創始者は中国人のピューター職人の方です。1885年に鈴の産業が発達しておりましたクアラルンプールに渡って創業されたそうです。この工場で削りかすの鈴が1日で 1578kg もあるそうです。この量でティーポットが3849個作れるそうです。すごい量ですよね。こちらは鈴で作ったビールジョッキを7062個積み上げまして作られたペトロナスツインタワーです。この高さは実物の50分の1で約 9.1 メートルあるそうです。私はこちらで笑顔で記念写真を撮ってもらいました。こちらでピューター製品を作っている工程を見ることができます。工場見学の最後にこの工場で製造されましたピューター製品を購入することができます。ほんの一例ですが、ピューター製品の値段をチェックしてみました。ペトロナスツインタワーのオブジェは990リンギット、日本円で約31,700円でした。またビールジョッキは350リンギットから450リンギット、日本円で約11,200円から14,400円でした。もう少し安かったら買って帰ろうかなと思ったんですが、残念ながら買わずに帰りました。ロイヤルセランゴールの製品は Amazon でも購入することができるんです。工場の直売所よりは値段が高いですが、興味がある方はぜひ購入いただければと思います。最後に見学した場所はギネスに登録されましたピューター製の大きなビールジョッキです。こちらは高さが 1.987 メートル、重さ 1557kg、容量が2796リットルのビッグサイズのビールジョッキでした。次に行った場所は国立モスクです。こちらは近代的な18角の星型ドームが特徴の大きなモスクです。拝観時は肌の露出が多い服装は禁止で、必ず靴を脱がないといけないそうです。場所は1886年開業のクアラルンプール市内最古の駅でありますクアラルンプール駅から歩いて5分以内の場所にあります。奥に見える高層ビルは高さ 178.9 メートルのムルデカ118です。完成しましたらドバイのブルジュハリファ高さ898メートルに次ぐ世界第2の高さになるビルだそうです。私は国立モスクの方に歩いていきました。靴を脱いで国立モスクの中を歩きました。こちらには売店なんかもありましたね。こちらのモスクは1965年に完成されたそうです。最大収容人数が1万5000人、敷地面積が5万3000平方メートルの広大なモスクです。こちらが礼拝堂です。
内部には入れなかったです。国立モスクワ、無料で行くことができますのでおすすめの場所だと思いました。次に行った場所はムルデカスクエアです。こちらは1957年にこの場所でイギリスから独立を宣言した場所だそうです。場所はセントラルマーケットからも近く、クアラルンプールの旧市街の中心部にあります。ムルデカスクエアの横にありまして、クアラルンプールの写真スポットになっております I love ケールのオブジェに行きました。私はここでガイドさんに記念写真を撮ってもらいました。こちらがムルデカスクエアです。めちゃくちゃ広かったですね。右に見える建物は玉ねぎ型のドームが美しい旧連邦事務局ビルだそうです。奥にクアラルンプールタワーが見えました。ムルデカスクエアには高さ約100メートルの世界一高い掲揚塔がありまして、マレーシアの国旗が掲揚されておりました。こちらはクアラルンプールに行ったら絶対に訪れてほしい場所だと思いました。次に行った場所は2011年に完成しましたマレーシア国王の王宮です。こちらは内部を見学することができません。王宮の場所はクアラルンプールの交通の中心 KL セントラル駅から車で5分ぐらいの場所にあります。はい、ムルデカスクエアにあります旧連邦事務局ビルを横目に見ながら王宮に向けて出発しました。少しの間ナレーションを入れませんので、しばらく次の街並みをご覧ください。ムルデカスクエアから10分ぐらいで王宮に到着できました。マレーシアの国王は各州の皇帝が5年ごとの5選で選ばれ、現在の国王がこちらで暮らしているそうです。アーチが美しい門の奥に黄金色のドームの屋根の王宮を見ることができました。次に行った場所は国家記念碑です。こちらはオーストリアの彫刻家が設計しました15メートルの巨大ブロンズ像です。第一次並びに第二次世界大戦やマラヤ危機で亡くなった人を追悼しているそうです。国家記念碑のある場所は先ほど紹介しましたムルデカスクエアから約 1km の場所にありまして、マレーシアの国会議事堂やレイクガーデンパークなどがあるエリアにあります。目の前に見える建物は戦争慰霊碑だそうです。この慰霊碑は以前クアラルンプール駅の近くにあったそうです。この石碑には日本語でも国家記念碑の説明が記載されておりました。国家記念碑が見えてきました。この場所は高台にありますので、奥にクアラルンプールの高層ビルが見えました。国家記念碑はリーダーシップや団結、強さ、勇気、犠牲が表現されているそうです。兵士7人が彫刻されておりまして、5人は連合軍、横たわっている2人は日本軍と共産党を表しているそうです。なんか少し複雑でしたが、平和主義のおじさんは来てよかったと思いました。ここでお待ちかねの昼食でした。このツアーではヤムチャをいただきました。今回昼食を食べましたお店の場所ですが、クアラルンプールの中心プギビンタンから約 2km の場所にありました。お店の中の様子です。このお店では披露宴もできるみたいです。今回私が食べたヤムチャ料理です。ちなみに2名分のツアー料金を支払っておりましたので、料理も2名分でした。この料理はツアー客向けの料理で、値段の詳細はわからないとのことでしたが、1人前75リンギット、日本円で約2400円ぐらいだそうです。またタイガービールは22リンギット、約700円でした。チャーハンは味がしっかりしていて美味しかったですね。さつま揚げのような料理はチリソースと合いました。エビ餃子はプリプリでしたし、シューマイはチリソースや黒いソースに合いました。食後のデザートで果物が出てきましたが、メロンは味が薄かったですが、マンゴーは甘くて美味しかったです。私は昼食を食べた後、マレーシアで有名なベリーズチョコレートのお店並びに民芸店に行きました。
ョコレートのお店と民芸店の場所はクアラルンプールの中心ブギビンタから約 1km の場所にありました。このお店はチョコレートキングダムというお店でした。カカオのゆるキャラが出迎えてくれました。お店の中にはチョコレートができるまでの工程などが紹介されておりました。ティラミスチョコレートの試食をいただきました。美味しかったです。こちらではいろいろなチョコレートを販売しておりました。ここで販売していたチョコレートの一部を紹介します。私がお土産で買いましたドリアンのチョコレートは1個40リンギット、日本円で約1280円でした。3個購入しますと1個サービスになるそうです。ドリアンのチョコレートを家で食べましたが、とても美味しかったのでマレーシアのお土産におすすめだと思いました。ベリーズチョコレートのお店から車で約2分で民芸店に到着しました。お店の中には有名人の写真が飾ってありました。過去に安倍元総理大臣の奥様昭恵夫人も来店されておりました。店内ではさまざまな民芸品を販売しておりました。こちらではバティックというマレーシアの伝統生地にローで模様を描いてその縁取りに沿って色付けをしたものを販売しておりました。右上の衣装で338リンギット、日本円で約10800円でした。こちらでは実際にバティックを作成しているところを見学することができます。これで今回のベルトラのクアラルンプール市内観光ツアーが終了しまして、ホテルに送っていただきました。ホテルでシャワーを浴びて2時間ぐらい携帯の充電をしておりました。携帯電話の充電が完了した後、ペトロナスツインタワー近くのショッピングモールの中にありますジムフィットネスファーストに行きました。このエリアはクアラルンプールシティセンターと呼ばれるエリアで KLCC と訳されております。そしてペトロナスツインタワーだけでなく工場ビルが立ち並んでおりまして、経済発展の象徴のエリアだと思いました。左に見えますアベニュー系というショッピングモールの中にジムがありました。マレーシアの象徴ペトロナスツインタワーを背に向けてショッピングモールに入りました。インフォメーションの前には本物ではないと思いますが桜がありました。この階にはレストランがありました。私はさらにエスカレーターに乗って上の階に行きました。こちらがフィットネスファーストです。このジムではビジター利用ができました。利用料金は1日69リンギット、日本円で約2210円でした。こちらではロッカーキーとタオルを借りることができます。自動販売機にはスポーツドリンクやプロテインバーなども売っておりました。休憩所にはコンセントがありましたので携帯の充電もできます。シャワー室にはボディーソープやエアシャンプーも備え付けてありました。有酸素運動ができるエリアも広かったですね。さまざまなマシンがあっていろいろな部位を鍛えられると思いました。フリーウェイトエリアにはかなりマッチョな方がいましたね。私はジムで筋トレをした後歩いてペトロナスツインタワーが見える KLCC 公園に行きました。左に見える駅が LRT-KLCC 駅です。地下通路を歩いていきますとペトロナスツインタワーの真下にありますスリア KLCC というショッピングモールに入りました。このショッピングモールは国内外のブランド店やレストランが入っておりました。日本のデパート伊勢丹もありましたね。このショッピングモールめちゃくちゃ広かったので迷子になりそうですね。このショッピングモールにあります両替所も比較的レートが良かったので両替したい方はぜひ行かれてみてほしいと思います。しばらく歩いたら外に出れました。私が行った時にはクリスマス過ぎておりましたが立派なクリスマスツリーがありましたね。 LCC 公園には噴水広場がありましたがかなり人がいました。私は KLCC 公園のペトロナスツインタワーがよく見える場所でレイクシンフォニーという噴水ショーを見ておりました。
このショーは毎日3回20時から22時に開催しているそうです。かなり迫力があるショーでしたので、クアラルンプールに行った際にはぜひ見てほしいと思いました。これで今回の動画は以上になります。ペトラナスイタワーがある KLCC から今回宿泊しているホテルでありますバーダントヒルホテルまで歩いた映像を見ていただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではオプショナルツアー専門サイトエルトラのクアラルンプール市内観光ツアーに参加した模様を中心に紹介させていただきました。バトゥードックスでは金龍峡の寺院を見学させていただきました。カラフルな階段は272段もあって疲れましたがパワーをもらった気がしました。インドのミルクティーテタレもパフォーマンスも面白かったですし甘くて美味しかったです。それ以外のキューター工場やムルデカスクエア国家記念碑などクアラルンプールに行かれたことがない方が一度このツアーに参加するとクアラルンプールの観光スポットを網羅できるんじゃないかなと思いました。クアラルンプールで自治体で利用できるジムを紹介させていただきました。最後にドラマスツインタワーの綺麗なイルミネーションを見れて素晴らしい一日になったと思います。今後作成予定のパート4の動画ではマレーシアで一番おすすめの料理バクテの人気店やクアラルンプールタワー日本人に人気があるレストランなどの模様につきまして動画を作成していこうと思っております。もし作成された時にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさんこの日夜ご飯食べれなかったんだよな。